皆さんこんにちは。こんにちは。ねえ、あかねちゃん。戦車といえば、リタイアタイヤ。そして車体があって砲塔がついてるってイメージあるよね。普通の戦車はそんな感じやな。実は、これまで開発されたり試作された戦車の中には、その枠に入らない風変わりな見た目の戦車も存在していました。風変わり？今回は、一見戦車には見えない球体型戦車の設計を紹介していこうかな。球体型？では早速、どのような戦車として設計されたのか画像を紹介します。こちらです。あれ、これ戦車か？この車両は、設計者のイニシャルから SIG 駆逐戦車などと呼ばれているそうです。ほう。紹介を始める前に、今回の動画はこのような構成でお送りします。最初に SIG 駆逐戦車を設計した人物の紹介。次に SIG 駆逐戦車の誕生とスペック。そして、この戦車をどのように運用するとしていたのか、設計者の説明。最後に評価とまとめです。では最初に SIG 駆逐戦車を設計したのはどのような人物だったのか。残されている資料によると、ガルペリンというソ連の人でした。今回もソ連のエンジニアか。この人物は、ウラル山脈の西側に位置する、ロシア・ウドムルタ共和国の工業都市、ボトキンスクに住んでいたそうです。なんか綺麗で良さげな街やん。このボトキンスク市は、知らない人はいない、チャイコフスキーの出身地でもあります。そうなんや。ね。行きたくなったでしょ？いや、そうでもないで。Google 先生によると、飛行機代は片道10万から14万円ほどかかるそうです。ちなみに、現地の宿泊については、安いところでは、1泊2000円から3000円という、恐ろしやな価格になっています。安すぎや、大丈夫か？話は随分脱線してしまいましたが、そんな恐ろしやの都市に住んでいたガルペリンが設計した SIG 駆逐戦車は、どのような経緯で誕生したのか紹介していきます。第一次世界大戦以降、様々な戦車が設計される中で、一人乗りもしくは二人乗りの小型戦車というのはいくつか設計されていたそうです。小さいは小さいなりにメリットもあるからな。ただ、戦車としての純粋な攻撃能力については懸念があったらしく、大半が実現することなく消えていったそうです。この SIG 駆逐戦車は何人乗りなん？一人乗りだよ。もう雲行きが怪しくなってきたで。しかし、ソ連でも複数の設計者が一人乗りの戦車を多く設計していたらしく、当局にもかなりの数が寄せられていたそうです。つまりこの戦車がその一つってことか。そういうことになります。この戦車の設計図に関しては、1942年12月にソ連の装甲車両総局という当時の陸軍軍事技術部門に提出されました。いつものとこやな。ゆるふわ軍事チャンネル。次に、この戦車のスペックなどを紹介していきます。ガルペリンが記した設計図によると、直径は 1.75 メートル、重量は 2.5 トンほどになると説明しています。走行圧は前面が40ミリ、側面と背面は20ミリ、車体下部は16ミリとしていました。ほう。ガルペリンによると、この走行圧があれば、100メートルの距離から放たれた37ミリ砲までのあらゆる砲弾は防ぐことができると主張していました。できるん？ 40ミリあれば一応防げるんじゃないかな？次に、明らかに機動性が悪そうなこの車両について、ガルペリンはどう説明していたのでしょうか？彼によると、この戦車の機動性は非常に高いと主張していました。なんか怪しいな。で、どのくらいの速度が出るん？200馬力のエンジンを内蔵することで、なんと、湿地だろうがどこだろうが時速 120km で移動できると説明していました。120？ なんかおかしなことになっとるで。これ現代技術でも多分無理なやつや。彼によると、荒れた環境でも高速走行できるように、車体には特別なサスペンションをつけるとしていたそうです。ちなみに、車体後部についている小さい車輪で方向転換を行うとしていました。こんなん普通に走ってるだけで壊れそうなやつやん。そしてこの車両、すごいことに、まだあるんか。最大50度の傾斜を登ることができ、60センチの障害物を乗り越えることができると言い切っていました。無理や。50度ってそこらの階段よりきつい角度やで。ではこの戦車、どのような方法で敵戦車を撃破すると説明していたのか。普通に正面向いて戦うんやない？ガルペリンによると、高い機動力を活かし、
敵戦車の後方に回り込み、約10から30メートルの距離で攻撃するとしていました。できるんかこれ。彼によると、第二次世界大戦中のドイツ戦車の砲塔は、毎秒10度ほどの旋回速度しかなく、SIG 駆逐戦車をグループ単位で運用し、お互いに連携することが勝利の秘訣になると説明しています。味方が狙われている隙に他の戦車が後ろに回り込むって感じか。あれ、それなら別にこの戦車じゃなくてもええんやない？接近戦を想定していたこともあり、搭載予定の武装については、対戦車砲をはじめ、グレネードランチャーや火炎放射器、及び機銃を搭載するとしていました。いや大砲と機銃だけでええやん。まあ速度は別にして、構想としてはそこまで悪い気もせえへんけどな。ではこの戦車、当局はどのような評価をしていたのでしょうか。どうなったんこれ。もちろん不採用を言い渡しました。まあそうやろうけど。ただ、具体的に何が原因で不採用としたのか、詳しい理由については不明です。軍事専門家の話によると、この戦車にはいくつか欠点があったとしています。ぶっちゃけおかしいところだらけやん。まず、この戦車の乗員は一人で、操縦から射撃まで、ありとあらゆることを一人で行う必要がありました。確かに、移動して、敵戦車の後ろに回って、発砲して、また動いてって、かなり大変そうやな。完全にゲームの世界の話だね。せやな。この懸念について設計者は、操縦と発砲の操作は最小限に抑えられるなどと説明していたそうです。ほう。ちなみに、具体的に何をどうすれば最小限に抑えられるのかは説明されていません。そして、肝心の攻撃方法にも問題がありました。大砲や銃などの方針は上下方向には動いたものの、左右には動かなかったそうです。いやいやおかしいことになっとるで。どうやって狙うん？ガルペリンによると、車体を左右に振って狙いをつけると説明していたそうです。操作は最小限に抑えられる言っとったのは誰や？そして視界。一般的な戦車についているようなキューポラもなく、操縦用の窓もかなり小さくなっていました。そのため、敵戦車の発見が難しく、攻撃もうまくできないだろうと指摘されています。確かに時速 120km で動き回る割には、窓が小さいな。隣のおっさんと比較するとこうなります。これは小さすぎや。多分郵便ポストよりも小さいで。そして、最大かつ、この戦車で最も致命的だったのは、この戦車に収まる200馬力のエンジンが存在していませんでした。何してん？これもう全部妄想やん。これらを勘案して、過去の不採用結果から当局側がどう判断していたのか予想すると、そもそもこの戦車をどこで操縦して、どこに武装を配置するのか、エンジンや燃料タンクなどを含めてどこに配置するのか記されておらず、設計や戦い方など云々以前に、この戦車を作ることが不可能と判断していた可能性があります。これまでもそんな理由で不採用になったケースがほとんどやからな。残念ながら試作されることはなかった球体型戦車。実は、このような球体型戦車、正しくは戦車ではないものの、クーゲルパンツァーという車両が運用されていたことがあります。見た目がめっちゃそっくりやん。これは何に使ったん？資料が残されておらず、全くわかっていません。この車両は、1945年に当時の満州でソ連軍により発見されたもので、ドイツから日本に輸出され、日本軍が運用していたとされています。日本軍が使っていたん？ただ、ソ連がドイツで発見したものだという説もあるらしく、よくわかっていません。何に使ったのかについては諸説あるのですが、この車両を保管しているロシア側の見解としては、攻撃を調整するための移動監視所として設計されたものだと説明しています。でも、これも 100% 正しいものではないと。全く資料が残されておらず、明らかになっていません。他に設計されたものとしては、ソ連だけでもこのようなものが存在します。待て、何やこれは。冒頭紹介したように、このような形の車両は多く設計されていたというのは事実だということがわかるね。ほんまやったんか。この3つの車両は似たイラストになっているのですが、いずれも異なる人物が設計したもので、1920年代後半にかけて設計されたものです。ほう。先ほど紹介したクーゲルパンツァーに関しては、1930年代に開発されたという説もあるらしく、時代的には一致している点があります。また、ソ連における球体型の車両については、1940年代に設計されたものがあるらしく、
1941年5月から1944年1月まで100万人が餓死したとも言われているレニングラード包囲戦中に、形状などは明らかになっていないのですが、当時、都市内にいた設計者、チェガダイフにより発案された車両がそれです。この車両は、レニングラードの軍事部、国防発明実施委員会という組織が開発を検討していたという話もあります。ほんまにたくさん設計されとったんやな。あかねちゃんはどれに乗ってみたいかな？いやいや全部お断りやで。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。